結構ほんとバッテリー持ってこれいいね、これね、この新しいの。まだ残りがまだ大丈夫だ。焚き火っていいね。バンバンやって。バドニング。バドニングね。バドニング。でかいのだいぶなくなってきたね。今、焚き火の炎だけなんだ。今な、焚き火の炎だけだからさ。どうもね、今焚き火の炎だけでやってます。焚き火の炎だけ。
っしゃー。もう暗くなってきた。焚き火だけでいけんのかな、もう。結構ある、まだまだいっぱいあるからね。今晩また、今度、時間の分割っとこうかな、全部ね。ね、いっぱいあるからね。ああ。いいね、焚き火。どう映ってるいいでしょ。炎なる幸せ。B ロックで焚き火やってます。安かったんだろ、焚き火だってこれ安いだ。一束500円しないんだもん、480円ぐらいか。結構なって。ネットで今まで買ってたらね、ネットでなんか嘘みたいに高い安いんだもん、ここ。やっぱ元気だから安いんだかな、場所ね、こういうとこね。すごい安い。ネットで買うのに比べて全然安いんだもん、この薪の値段がさ。驚いちゃったよ、ほんと。一束で500円しないんだ、あれ、税込みで。400いくら。まあネットだとさ、いろいろな、お金かかっちゃうもんな、あれね。いろいろね、しょうがないね、経費かかるもんね。ここは元気だから安いんだろうな。ね。元気だからね。あ、もうそろそろ。入れねえとまずいか。炎なる幸せ。上がった。モーラナイフ。こういうモーラナイフね。モーラナイフってやつ。これ。これでね、でかい木をね、こうやって B ロックのサイズに割ってます。モーラナイフ。こうやってね。
見るかな。はい、もう俺ナイフで。あと、金気づきで、こうやってね、ゴムみたいなやつまでね。うわー、炎になる幸せ。あ、でかいの、でかいの、あ、でかいのいつまであったか。おー、よく回る。いいね。録画されてた？あ、録画大丈夫？おー、いい感じな。よっしゃー。あー、いいね。いい感じじゃないね。でもね、こんにちは。焚き火をやってます。
しゃ。おう。誰？僕、タカさん大好きで、タカさん。僕、光そうでタカさん知ったのね、僕。ネット動画の入り口です、タカさんは。キャスティ光そうでやってて、知ってるよ。僕知ってるタカさん。知ってますよ。僕ずっとタカさんが知ってるからね、知ってますよ。わかんない、それが。僕全然わかんない、何やってんのか。今どうしたんだろうね。うん。光そうの時はずっとタカさん見てるんだけど、全然わかんねえもんなって。なんかリアルの世界戻ったのかなとか思って最近、リアルの世界。現実の世界。わかんない、それ全然。だから僕、全然わかんない。もう、タカさんも年齢考えたらもう現実の世界に戻ったのかなとか、最近そう思うようになった。でもよくわかんない。何やってんだろうわかんない、僕。タカさんってあんまり自分のこと言わないもんね、本当にね。多分お金持ちのお坊ちゃんみたいだけど、お金持ちのさ、でもそれよくわかんないし。ね、タカさん言うから、配信見てるとさ、お金持ちのお坊ちゃんみたいだよね。いいとこのさ、ね、お金持ちのね、御曹司みたいな感じだよね。よくわかんないね。でも、何やってるかさ、ね。うん。うん。何やってんだろう、今はね、タカさん。でも、僕の予想で、タカさんがリアルの世界に戻ったのかなとか、そう思ってる。リアルの世界。うん。僕の予想で、タカさんは実はさ、自民党の大物代議士の子供かなとか思ってんだ、僕。自民党の大物代議士。福岡県選手のあたりの。ありえそうだよね、あれ。だからさ、ね、親の後を継いで、正義家になるためにもうリアルの世界に戻ったのかなとか、わかんないけどさ。ありえそうだよね、タカさんね。自民党のあたりの大物の福岡選出の代議士の息子って可能性もあるんじゃない？年齢的にもそうでしょ、あれ。うん。ああ。ないかなわかんない、それね。うん。お日さんを聞くさん、見かけないのもいるね、どうもね。やっぱこうやってね、こうやって、休みの日にはこうやってアウトドアをやってます。タカさんみたいな人もう出ないかもしんないね、ああいう人ね。貴重な存在だ、タカさんね。ね。
もう実際ネットの世界はタカさんが一番嫌ってたさ、テレビのさ、保管になっちゃってもんね、ほんとにね。タカさんが一番嫌ってたんだよね。ネットのテレビの保管ってやつね。もう実際もう完全そうだもんね、今ね。結局そうだ。ね。タカさんが一番嫌ってたんだよな、あれね。でも実際はそうなるしかなかったのかな。テレビの保管だよな、今な、ネットはな。寂しいけどな、しょうがない。ネットで新たな波を作れなかったのは結局はそうだよな、日本はさ。まあ世界もそうかな。ネットで新たな波は作れずに、テレビの保管でしかなれなかった。それが寂しいね、ほんとね。どうしようもないね。テレビの保管。結局はそうか。テレビあってのもんなんだよな。大きなとこがそうね。こんにちは。いろときさんどうもね。今、焚き火やってます。B6 君ですよ。B6 君で焚き火。おー、いいね。こんにちは。焚き火ね。バンバン燃やそう。ランタン。モーラナイフってやつ。知ってから、いろどきさんはモーラナイフってね。モーラナイフではこうやって割ってね、やってます。これモーラナイフ。こうやって、バドニング。適当な大きさを細くして、
トイレ行ってくる、トイレ。これ、トイレ行ってくんだよ、トイレね。ちょっとトイレ。トイレ行ってくる。ああ、いい感じだ。真っ暗。冬だからあんまやる人いないんだろうな、キャンプね。ちょっとトイレ行ってくる。トイレ行ってくんね。トイレ。トイレ行ってきます。トイレ行ってくんね。今 E モバイルでやってます。足が痛い。はい、どうも。はい、ただいまね。熱燗の用意しようか、ちょっとそろそろね。滝し込んで、その辺でね、見えないところでしてきたよ。誰もいねえから大丈夫だ。ね。だいぶいたらトイレ行った方がいいけどね、ションペンならその辺で。熱燗の用意しようか。お酒はね、熱燗ね、おなじみかな、見えるかな、ほら、セブンプレー鬼殺し。これ飲もうか。乾する。お水があったのが、お水が持ってきたのがあったんで、これやって、食った。これ小さいやつね。これね、いつもの。これ、小さいやつに、お水入れて、缶酒やるぞ、缶酒。これ家で汲んできたやつ、ペットボトルに入れて、ちょっとお水入れて、
焚き火の端っこに置いて、これ、B6 の角っこにさ、五徳あんじゃん。あれ置いて、そうすると、この小さいクックちょうどいいんで。で、さっきビール飲んだ。はあ、で、寒い。さっきまでビールだけど、もう日差しあったからね、さっきはね、まだ3時、4時はさ、もう日が沈んだらやっぱり暑かんだよね。暑かん。缶酒買ったんです。缶酒買った。ねえ、缶酒買ったんだからね。寒い。缶酒買った。B6 いいよね、これね。ちょうどいいね。B6 の見えっかな？ B6 のこれ、角っこに小さいクッカー置いて、彩りさん、今どちらで見てんのかな？うん。じゃあ行くよ。いつもの、カップとかの空いた容器に、この、パックのお酒入れて、水入れるとクッカーに、これで刺して、おう、缶酒買っちゃう。いいね。こうやって。B6 いいでしょ。こんな感じで。B6。家か。他の人いないね、もうね。冬場はみんな早く帰ったみたいね。今は寒いからね。こうやってバドニングにしながら。バドニングね。でかいからこれ、あれ、焚き火台に合わせて、こうやって買ってきて。明日は成人の日だ。皆さんの成人の日の思い出あるかな？成人の日の思い出。僕はな、もう成人の日なんで、まあ地元に住んでたまだ。20歳過ぎて一人暮らししたからさ、まだヤキロにいたんだよな、あれ。もう20年以上前。いや、あの頃のヤキロの成人の日の式典はね、予兆っていうのかな、あれ、ゲストで島崎敏郎が来てたんだよな。あれ、島崎敏郎が市役所にね、今見ないね、島崎敏郎もね、あの人。まだ生きてんのかな、あの人ね。わかんないけどね。僕の成人式の時に、ヤキロはあの人が来てたんだ、レゲスで。昭和47年生まれの人の成人式の時に、ヤキロ氏はね、市の式典の時に、あの人が来てたね。皆さんのとかどうですか？皆さんのとこは。うちはそう、島崎敏郎が来てた。なんかね、バドミングもいいね。バドミングちゃんと慣れてきたね。ちゃんとね。バドミング。
どうかなあ、うん。あ、水野、まだ生きてると、ウッキーさん、年が上がるね。もう、水野さんもう亡くなっちゃったもんね。うん。あの人ね、そういう時代なんだね。水野さんか。まだ生きて、まあね、あんま見ないもんね、最近。まあね、表舞台からもういなくなっちゃってね、あの人ね。水野さんって言ったら僕はあれ思い出すな、あれ。あれ。下妻物語でちょこっとあったよね、あれね。ねお弁当買ってるシーンでね、出てたよね、あれね。ああ、いいね、炎なる幸せ。薪をくべたら、ああ、まさに炎なる幸せです。この B ロックンっていう焚き火屋の横っちょにね、神酒やってるからね。もういいかな行こうか、神酒。もういい感じ。あ、いただきます。寒くなったんで神酒行くよ。ああ、いいじゃん、これ、B ロックン。乾杯。ああ、炎があるといいね。これだけで幸せになれる感じがするね。まさに炎なる幸せ。誰が言ったかわかんないけど、炎なる幸せ。ね。やっぱ炎にはかなわないよね。光層の頃はさ、あれ、東京電力がさ、スポンサーだったからさ、IH とかやってたけどさ、うん。IH 炎ないもんな。やっぱ炎ないとね、うん。焚き火っていいね。この巾着台近くにセブンイレブンがあるからいいんだよな。季節がに変えてね。そういうのがあった。手じゃ割れない。手じゃ割れるぐらいまで早くいないとね。うん、手じゃ割れないや。ね、割れるぐらい。手で割れるぐらいまで。これバドニングってやる。それバドニングね。バドニング。ちょうどいいよ、ビーロックン。これ、角っこ、知ってかなあれ。彩りさ、ビーロックンの構造。ちょうどさ、五徳棒が角っこにかける感じでしょ。あそこのところにキーサークッカーを置いて、水入れて、神崎やってます。こんな感じ。ああ、いいね、これね。理想の、やっぱこのやり方いい。だからこういうやり方やっぱりね、焚き火の時やっぱグリルプレートいいな。あれはね、ほんと、バーベキューの時、焼肉とかバーベキューの時だ、グリルプレート。焚き火は本当にいらないから今日持ってこなかったよ、あれ。うん。ほんと、バーベキューの時であるグリルプレートはいいけどね、やっぱ焚き火の時は必要ない。こうやってね。はあ、いいね。もう一個まだあったと思うんで。もう一個。
ああ、いいね。たまんねえな。うん。ちょうどいいこれ、ビロック。焚き火すんの、焚き火だからさ。はあ、ソロストーブとかはこういうことできないもんな。あれ、上でなんかやってる時はさ、感激そうでしょ、あれね。うん。ね。ビーロ君もさ、焚き火こうやってしながら端っこにさ、ちっちゃくクッカー置いてお湯沸かせんもんね。これいいよね。うん。引きません、大丈夫よ。いいね。やっぱ今の若い人ってみんな飲まないみたいだもんな、関西、日本酒ね。日本酒は日本人が日本酒飲まないとダメよ。生まれ育ったとこの酒を飲みましょう。これもちょっと割ってこうか、ちょっと太かったね、これね。手で割れるぐらい細く。あ、いいね。この湯気がいいでしょ。たまんないね、これな。ある意味贅沢だよね。うん。今週驚いたことある。天皇陛下だよね、あれ。天皇陛下はもうさ、免許の更新しないってやつね、あれ。驚いちゃった僕。陛下って運転免許持ってたんだってね、あれね。あの辺はすごい立派だと思った、あれ僕。行動じゃあんな人運転できないんだけどさ、ね。ちゃんとね、すごいなと思っちゃった、あれ。今まで運転免許持ってたんだもんね、天皇陛下ね。すごいよね。で、もう年だからもう更新はしないってね。うん、さすが天皇って感じがして。